はじめましての方もこんばんは。なかなかビリビリ動画の操作になれなく眠れない男ゆちです。一応自分なりにわかる範囲で字幕の設定や収益化、あとは充電とかっていうのを設定してきたぜ。正直これで合ってるのかは不明だ。もしおかしな部分があったらコメントしてほしいぜ。だが今一番悩んでいるのはこのストライクフリーダム。認証確認ができましたっていうメールが来たのに赤文字が消えない。なんででしょうね。他は消えたんですけどね。とまあこの動画では僕のアホな日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルだ。よかったらチャンネル登録よろしくな。さて今日作るプラモを見ていきましょう。今日作るプラモはフレームアームズガール金剛です。久しぶりに来ましたね。フレームアームズガールの新作。どれほどのものなのか早速組み上げて見ていこうぜ。さあ説明書とニッパーを取り出し、ランナーからパーツを切り出し組み上げた金剛がこんな感じ。こいつが新作のフレームアームズガール。いいね。程よく肌が露出し男心をそそるぜ。スーツの造形は細かくパーツ分割がされていてとても綺麗だ。さらに足や腕も同様に細かくパーツが分割されていてとても綺麗な仕上がりになっている。はっきり言ってただの素足の状態よりかっこいいぜ。そして背中の造形も素晴らしい。この肩の露出度合いそそりますね。そしてヒップもいい形してるぜ。さらに可動域も完璧。このように女の子座りで可愛く決めたり、髪の毛で片目が隠れているおかげでこのようにかっこよく膝立ちポーズを決められるってわけだ。これは個人的なものなのだが、やはり片目が髪の毛で隠れているのはいいものだ。そしてこれは感覚的なものなのだが、ここの股関節いつもよりスムーズな感じがする。そのおかげでいつもより可動域がスムーズに動いたり開脚もしやすかった感じがするぜ。しかし緩みすぎると感じた場合はアクリルニスなどを使って渋みを調整するといい感じになる。そして寿屋のキットといえば追加武装。この追加武装を金剛と融合。初見で見た時完全に艦隊コレクションに出てきそうなプロポーションな気がしたぜ。だがまあそれはそれとして武装類だ。体中に追加武装がつき、さらにでかい武器がついてくる。そしてこの武装類には色々とギミックがある。それを少し見ていこう。まずはもう片方の肩についていたこの銃。説明書ではシールドと記載されているのだが、下にはガトリング、上には砲台。シールドとは一体何なのか考えさせられるな。ちなみに下の方には先ほど映っていたライフルをマウントすることができる。そしてこの2つの大きいライフルとシールドは両肩にマウントすることも可能だが、さらに腕に装甲をつけることによりこの武器を取り付けることが可能になる。この2種類の武器だけで色々遊べるってわけだぜ。そしてこいつには遠距離の武器だけではなく接近戦の武器も付属。その武器が付属されているのがなんとこの船底である。この接近戦の武器が2本あり、この武器を金剛に装備させられるってわけだぜ。これで接近戦もできるってわけだな。そして今回のこの台座、どうせまたヘナチョコな台座がついてくるって思っちゃいないだろうな。今回はこの台座も武装の一部。この台座と金剛の武装類を融合。これにより一気に船っぽく見えてくるぜ。そしてさらにここに金剛を乗せれば巡航形態の完成だ。結構無理のある変形だと思ったがしっかり立ち、他のポーズを取るためにオプションパーツもついたりしているため楽しんでいじれるってわけだぜ。さらに足の走行は前の方に付け替えが可能で、素足の状態でこの機体に乗せることができる。こいつはなかなか面白いギミックだ。この効果によりこの形態での余剰パーツは顔や手を除いて腕だけっていうことになる。最近のゴテ盛り装備のプラモはいろんな形態を遊ぶと付けないパーツがあったりするが、
このキットはほぼほぼくっつく。ほぼ全てのパーツがくっつくっていうのは本当にいいぜ。そしてその余剰パーツである顔は全部で3種類。髪の毛パーツは走行ありなしで2種類。手のパーツは全部で5種類。とまあこんな感じだ。しかしこいつの商品画像を見た時は正直動かしづらくパーツのポロリがあったりするんだろうなって思ってたぜ。だが素晴らしい出来栄えじゃないか。だが少しだけ気になる部分がある。まああくまでも個人的なのだが、見てほしいのがこの脇回りだ。表紙などを見るともっとスマートな曲線でスーツとの境目ができていると思われるのだが、なんかブツッと切れてる感じで微妙に違和感を感じる。それと同じく腰なのだが、寿屋には珍しく腰の隙間が結構大きい。そのため非武装状態の時のポージングには注意が必要っていうことだぜ。だが武装がついている時はこの隙間は特に気にならないため安心して動かせるぜ。さて俺なりのレビューは以上だ。気になる点はほんの少しあるが、プロポーションも良くパーツのポロリも少なく動かしやすいキットになっているため、プロポーションが気になった場合は購入するべきだぜ。そして今日はこのキットを少しディティールアップをしながらかっこよく仕上げていくぜ。それでは改造いくぜ。まずは合わせ目。合わせ目の部分にはこのいつものミスターセメント SP を使い、合わせ目の部分に溶剤を流し込み、両サイドを強く押さえつけ、中から出てきた溶剤をよく乾燥させたら、クラフトヤスリの細めとスポンジヤスリを使い表面を慣らすぜ。大体の合わせ目はこんな感じでやっていくのだが、このまま合わせ目処理をすると後で塗装が大変になる部分がある。その一つがこの小刀の部分だ。これは挟み込むように刃を取り付けるため、このまま合わせ目を消すと刃の塗装が後で面倒になる。そこでここの中の軸を切り落とし、リューターで内面をスッキリさせることで合わせ目を消した後でも後はめができるっていうことだぜ。次にこの腰パーツ、ここの肌の部分を後はめできるようにしていく。まずは肌パーツを取り外し、その後合わせ目を消していくぜ。さらにパーツの内面は前面の部分をニッパーとリューターで整え、後ろの軸はニッパーで少し短くしていく。これであとははめることができるか確認すれば完成っていうことだぜ。この少しの作業で後で塗装が幾分か楽になるってわけだな。さらに合わせ目消しがうまくいかない部分にはこのタミヤエポキシ造形パテを使い、表面の溝を埋めていくぜ。よく乾燥させたらヤスリで表面を慣らしていく。大体の合わせ目処理が終わったらここからは筋彫り。まずは上半身のモールドを追加してボディラインを自然な形に仕上げていく。そのためにまずシャーペンで追加モールドの場所を描き、その上からデザインナイフで軽く溝を作ったら 0.1mm のタガネでモールドを作り、ヤスリがけをしてさらに 0.2mm のタガネで追加攻撃。最後にもう一度ヤスリで整えれば自然な形のボディの完成ってわけだぜ。さらに追加モールドではないが、船の走行には 0.5mm のタガネで筋彫りをし、溝の幅を大きくするぜ。この効果によりここには少し綺麗な塗装をすることができるようになる。そして既存のモールドで溝が浅い部分には 0.1mm と 0.2mm のタガネを駆使し、モールドを彫り直し、後で墨入れをしやすくしていくぜ。そしてモールドの彫り直しと一緒に気になるパーティングラインや面出しなど細かく時間をかけて整えていくぜ。これで大体の下処理は終了。一度細かい塵やゴミを洗い流し、よく乾燥させたら塗装いくぜ。さあまずはガイアマルチプライマーアドバンスで塗装の食いつきを良くさせるぜ。そして今日も武器周りから攻めるためミスターフィニッシングサーフェイサーブラックを使い、メタリックになる部分を黒く塗り上げ、そこにまず一部分にパールカッパーでゴールドに染め上げ、乾燥させたらマスキングをし、一部スターブライトシルバーで塗っていくぜ。この時シルバーで塗り上げたスラスター部分は純色シアンを使い青く染め上げていく。そしてスターブライトシルバーで塗った部分をマスキングをしたらスターブライトアイアンを全体に塗っていく。
そしてさらにマスキングをし、スターブライトアイアンに純色シアンを混ぜ、一部武器を青メタリックに塗り分けるぜ。この画面だと分かりづらいが、いい感じの暗めの青のメタリックになっているため、最後の撮影の時どのような色味になっているのか楽しみにしてほしいぜ。武器類の塗装が終わったら髪の毛と肌パーツにサーフェイサーパステルピンクでピンク色に塗っていく。その後肌はフレームアームズガール FG01 と FG03 を混ぜ肌色に染め上げ、さらにオキサレッドなどを混ぜ肌パーツには陰影をつけていくぜ。陰影をつける前とつけた後がこんな感じになる。軽くつけるだけですごくいい仕上がりになるぜ。さらに一部ボディパーツにはローズディープレッド、コバルトバイオレット、ピュアブラックを混ぜ黒茶色に染め上げ、よく乾燥させたら100均で買ってきた髪留め用のネットをかぶせパレフォのブライトブロンスを塗っていく。乾燥したらネットを取り外し下地で使った色でグラデーション塗装をしていけば網タイツの完成。その他の足や腕は割合を変更し黒紫色に塗装していく。そしてボディが終わったら装甲パーツは一度ミスターフィニッシングサーフェイサーグレイを使い灰色に塗っていく。その灰色に染め上げた一部パーツはスカイブルーとピュアホワイトを使い水色に塗り上げ、よく乾燥させたらその部分をマスキングで保護し、ローズディープレッド、コバルトバイオレット、ピュアブラックで暗めの青を塗っていくぜ。そしてこの青の色はマスキングをして2段階に塗り分けをしていくぜ。だが装甲パーツはさらにここからマスキングをしていく。そしておい、順番が逆なんじゃないかって思うかもしれないが、ここでもう一度ミスターフィニッシングサーフェイサーグレイを使い、その後暗めのホワイトを塗っていくぜ。これも色味を調整し2段階に塗り分けをしていく。ちなみにホワイトが最後だったのはマスキングの都合だ。青くしたい部分を最後に塗るとその部分をマスキングをしていくのが難しいと判断したため、多少手間がかかるがこの順番でいったぜ。さあ装甲パーツまでいったら最後に髪の毛にはマイルドオレンジ、ピュアホワイト、コーラルオレンジで調色し黄色く染め上げ、その上にピュアホワイトとハイライトを塗り、クリアのトップコートでハイライトと下地を保護させていく。よく乾燥させたらその後オキサイドレッドなどを混ぜて陰影をつけていくぜ。この時の陰影はだいたい大雑把に塗っていく。大雑把に塗った陰影がこんな感じ。ハイライトと下地があまり見えなくなる感じになってしまう。そこでこのメラミンスポンジ、塗りすぎてしまった陰影をこいつで削り取っていくぜ。この作業でよくコメントをいただくのだが、うまく削れないよっていう場合には髪の毛の山のなりのてっぺんを削るのではなく、山の間を指の腹を使い山なりになるてっぺんの部分をあまり削らないようにして削っていくと程よく陰影が残って綺麗な仕上がりになるぜ。そして程よく削るとこんな感じな仕上がりになる。そしてさらに今回はメッシュを入れたいため、この髪の毛に一部マスキングをし、装甲パーツで使った水色を髪の毛に塗り、同じやり方で陰影とハイライトをつけていくぜ。これでエアブラシによる塗装は終了。ここからは筆などによる部分塗装。まずは墨入れブラックとロイヤルブルーを混ぜ墨入れをしていく。はみ出してしまった部分はエナメル薄め液で拭き取っていくぜ。ミサイルの部分にはエナメル塗料のレッドを使い赤く塗っていくぜ。さらに各種パーツにあるブーストっぽい部分にはパレフォのブライトブロンスを使い塗っていくぜ。口元にはレッドとホワイトを混ぜてピンク色に塗り、はみ出してしまった部分はエナメル薄め液で調整するぜ。そして次にデカール。フェイスデカールは付属しているデカールを使っていくが、装甲パーツ類には市販で売っているデカールを使っていくぜ。デカールが貼り終わったらチーク。顔のほっぺたに化粧品でチークを描いていくぜ。そしてチークが描けたら最後にトップコート。艶消しとクリアをハーフに混ぜ全体に塗っていくぜ。これで全ての作業は終了。これが少しアレンジを加えた俺の金剛だ。
いかがだったでしょうか、今回の金剛は。今回のプラモはパーツが思ったより一体造形だったため、マスキングが大変でしたね。マスキング地獄はミーティアで終わったと思ったのにっていう感想です。それとお知らせだ。最近割と巨大プラモを作りすぎてしまったため、部屋にプラモを置く場所がない。なのでまたプラモをヤフーオークションに出店しようと思うぜ。出店は今週の金曜日4月16日の夜から3日間でやっていくぜ。僕を支援してやってもいいぜ。そして欲しいっていう場合は購入を検討してほしいぜ。詳細は SNS と YouTube の画像投稿のところでお知らせしていくので待っていてほしいぜ。それでは今日の動画もこんな感じ。今日の動画も面白かったよ、楽しかったよって思った方はチャンネル登録、熱い高評価、熱いコメントよろしくな。今回のプラモは思ったより重いプラモだったが、次はドスケベなプラモを作ってやりたいな。さすがの模型制作と言いたいところだが、甘いぞ遊戯。海馬。遊戯、貴様は今日俺を登場させなかったのはどういうことなのだ。海馬、はっきり言うぜ、お前声似てないだろ。なに。海馬の登場は良かれと思ったが、デュエルを混乱に陥れる。そのため俺は貴様をしばらく封印の黄金室に封印。バカなー。もし海馬のファンがいたら申し訳ない。だが海馬の出番はこれで終わりじゃない。あのプラモがきっともうすぐ来るからな。その時活躍してもらうぜ。そんなこんなで今日は喉をいたわってナレーションをしてきたが、いかがだっただろうか。やはり二役は結構喉を痛めるって分かったぜ。みんなも喉は大事にしようぜ。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。